什么情况？日本排名第一平本莲竟被中国男人魏睿当场打哭，痛失冠军金腰带的同时，还丢失了擂台霸主的位置。男人哭吧哭吧不是罪，丢了金腰带的平本莲彻底失去了主角光环。再加上魏睿在现场进行了一段十分激情的讲话，让本就颜面尽失的平本莲直接哭了出来。大家好，我是魏睿，来自中国，来自大东洋俱乐部，很高兴参加日本 K1 这个比赛。这也是我很小的时候梦寐以求的舞台。非常感谢K1 这个赛事邀请我来比赛，让中国功夫在这个擂台上面，展现到世界，让世界各国各地都知道中国功夫。我是魏睿。或许平本莲哭的并不是失去冠军金腰带，而是在日本擂台输了比赛丢人现眼。现场30万日本观众对平本莲简直是失望透顶。简单介绍一下平本莲这位日本踢拳界的传奇，他打小就特别迷恋踢拳和泰拳。因为日本小岛土地面积小，很快平本莲的天赋就被挖掘出来。经过赛事方多年的培养和斥巨资的打造，平本莲常年稳居排名第一，并且手中还握着最具有权威代表性的冠军金腰带。话就不多说了，咱们直接进入到比赛之中。红色短裤是中国勇士魏睿，黑红短裤是日本拳王平本莲。这个擂台的规则相对比较严格一点，对选手的资质也有很大的限制。真要是没有硬实力的话，恐怕连上擂台打比赛的机会都没有。K1 这个赛事就好像是综合格斗里面的 UFC， 里面全部都是高手中的高手，所以说平本莲能一直稳居排名第一，足以证明他的实力很強。まだ若い分どんどん一戦一戦強くなってますよね。そうですね。どうなるかわからないです。中村さんいかがですか？やっぱりウェイ・ルイはあれだけ盤石な戦い方で準決勝クリアして、ただ逆に平本選手のない爆発力っていうのはあると思うので、そこがね出せるかですけど、やっぱまずこの距離とディフェンスをどう潰せるかですよね、平本選手が。赤いグローブが平本です。準決勝ウェイ・ルイは全く相手のパンチ蹴りをほとんどもらわず紙一重でかわして恐ろしさを見せつけました。その相手に平本蓮前蹴りです。ただ平本選手おそらくその決勝まで来るとしたらやっぱ平本莲面对眼前这个突然乍到的魏睿，心中不免会有一点紧张与压迫感。毕竟能凭空出现在这个擂台上的人绝对不是什么普通人。魏睿在日本擂台的战绩很是显赫，基本上没有输过什么比赛。台下的观众人山人海，仗着这个阵势，平本莲的进攻攻势一刻都没有停下来过，时时刻刻都在对魏睿发起猛烈進攻。やっぱ KO してるんで、勢いっていうのがありますから、その日の勢いっていうのがね、ありますから。ですね。いや関根さん本当に一瞬一瞬成長しているんでしょうね。デビューからただこれが10戦目です。1回戦の相手はね、もっと懐は長かったからですからね。それに比べればまだ攻撃入りますよね。1回戦本当に苦しんで唯一残った日本人でした。そしてそのまま決勝まで進んできた平本蓮。いや互角ですね。負けてないですよ。ですね。ボディこれ当たりません。真以为魏睿是好欺负的吗？在去往日本擂台打比赛之前，魏睿做足了准备，目的就是要搞垮日本擂台，让中国的红旗飘扬在日本擂台上。踢拳赛事是一个非常严谨的赛事，一般人还真不一定能站住脚跟。在此之前，魏睿打的是自由搏击，其实自由搏击与踢拳相差的并不是很大，但踢拳的比赛规則相对比较严格。两位都是过五关斩六将的人物，岂会轻易触碰到比赛规则的红线？選手が出てっていう形だったんですけど、ウェイレンの方が出てくる形になりましたね。ウェイルイですね。ウェイルイですね。ボディ右フックストレート前蹴りローキックを返していきます。左ストレート。あれだけバックステップで左ストレートは青いグローブが中国ウェイルイ、そして赤いグローブが日本の平本蓮。平本は18歳です。1998年生まれ。ローキックに合わせて左ストレート、この左が怖いですね。ボディ左ストレートだけは警戒した方がいい。第二回合开始了。自从在国际擂台击败了2位中国选手之后，平本莲对中国功夫的态度一直都很不好，甚至一度怀疑中国功夫就是老人和小孩锻炼身体用的。然而这一次魏睿将会代表中国功夫，彻底让这家伙认清楚中国功夫的魅力所在。魏睿的防守反击和主动进攻打得都很不错，完全不给平本莲任何实施有效进攻的机会。
很清楚的可以看到，魏睿打完一套进攻之后，平本莲才有资格打出一次扫踢。バックステップだと下がった時にちょんともらっても倒れちゃうんですよね。軽くもらっても。あと伸びますからね、左が。これサイドキックも絡めてきます。これ左。平本選手はこう、とにかく攻撃で相手に触ることが大事なんですよ。で、一番やっぱ触りやすいのはローキックなんですよね。なかなか顔に当てにくいんで。サイドキックもある。ボディ。隣際。ステップで逃れると、ここ最後、左のパンチも追ってきます。いや、左。彻底掌握比赛节奏的魏睿依然很冷静，面对平本莲所打出的任何防守反击，魏睿都能做到精准防守和精准进攻。如此一来，平本莲的心情越来越急躁。眼看魏睿即将统治整场比赛的大比分优势和比赛节奏，平本莲彻底慌了，彻底坐不住了，于是便对魏睿发起了一波接一波的猛烈进攻。可惜这一切都已经为时已晚。いいですね。ウェイルイにね、きちんとパンチ当てましたよ。中村さんでもきっちり戦ってますね。そうですね。ちゃんとこう攻防の交換になってますからね。スペックの時は一方的でしたけど。スペットクの時はもうスペットクのパンチもキックももうほとんど当たりませんでした、ウェイルイに。そこにいながら幻影と戦っているようだったら逆から回転してくるキックです。右フックを切った左ミドル。左が追ってくるぞ。左のパンチ、ウェイルイ怖い。左フック、平本。魏睿的进攻很有节奏，每一次进攻都能给平本莲带来不小的影响。再加上平本莲本就打不过魏睿，实力悬殊一下就显现得特别清楚。魏睿的进攻命中平本莲5次到8次，平本莲的进攻才会命中魏睿3次到5次。时间段显现的不是很清楚，真要是时间段拉长了，恐怕平本莲会沦落到一个不攻自破的局面。ちょっと嫌がってきましたね。さあ、赤いグローブが日本の平本蓮18歳です。ローキック、右のフックは中国、ウェイルイ。日本対中国の戦い。ボディフック。ウェイルイが追ってくる、この蹴りも追ってきます。画面がウェイルイ。そして赤いグローブ、平本。平本は新生 K1、その誕生の日、K1 甲子園で優勝を果たしました。まさに平本蓮こそ時代に指名された新生 K1 の申し子。いいですね。パンチからやっぱり前足のロースね、これで。ただ、ウェイルイもこうなると多分、掘り詰めてパワーをものに。第3回合开始了，经过2个回合的试探和对峙交锋，魏睿已经完全了解平本莲的作战体系和作战计划，剩下的时间就交给魏睿的拳头，不是重击爆肝就是重击打头。在此之前，魏睿的进攻并没有那么大的分量，到了第3回合，魏睿的重擊开始逐渐变得沉重，一次2次打不垮平本莲。那么魏睿就会持续频繁的进攻。もうそうですね。来るなら来いみたいな。左出た。もう蹴らしてもいいからパンチで仕留める感じですね。もう次はありません。ここで勝った者が笑う。勝った者がベルトを巻く。お互い気持ちの勝負ですね、ここはもう。平本も打ち返した方がいいですよ、もう負けずに。ですね。ここまで見せなかった表情、ウェイルイです。苦しそうな顔。平本も出る。お互いきつい。ウェイルイも口開いてます。ね、うわー、ウェイルイはもう足痛いんですけど。そうですね。お1分半切りました。右に左の入れた。无论从什么角度出发，魏睿都是占优势的一方。进攻密度和进攻角度，还有进攻次数，平本莲没有一样是占据优势。这些所谓的进攻优势全部被魏睿一人掌握。很明显，魏睿已经打上头了。比赛规则不允许连续顶膝，这个规则就是专门为波球而建立。当初波球使用连续顶膝，打废了无数只日本拳王。迫于压力，日本赛事方只能修改比赛规则。每一个规则背后都有一个血淋淋的故事。左フック、これが怖い。ボディもそうだ。さあ、平本、ここで踏ん張りたい。ここで受けるのではなく出たい。残り1分切りました。2017年第1弾大会、まっさらな初代ライト級のベルトを巻くのは、日本か、中国か、ウェイルイか、平本蓮か。うわー、右ストレート、ボディ。平本蓮、攻撃止まったか。平本も返さないといけないですよ。ちょっと手数が。ローキック蹴ってもやっぱり、あんだけ返してくると、効いてないと思っちゃうんですよね。でもこれは効いてますからね。ここは本当に
気持ちですよ。さあ、平本最後の一つ。比赛还剩下最后的20秒，此时的魏睿已经身疲力竭，无法再继续战斗下去。但为了捍卫中国功夫的尊严，夺走平本莲的金腰带，魏睿直接拼了，宁愿下1秒被平本莲打躺尸，也要拖着疲惫的身躯打到底。K1 甲子園として優勝した男、人生 K1 の申し子、下がるな、出ろ。さあ、残り時間が少なくなった。ここで試合終了。最终平本莲被打哭了，魏睿夺走了他的冠军金腰带。这个中国男人真给中国人长脸，抗日奇侠果然名不虚传。如果满分是100分的话，你会给魏睿打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。